500で常滑街道を行く。後編は常滑市の中心地付近からスタートです。現在、常滑市唐崎町付近です。しばらくは県道252号と側道を行ったり来たりしながら北上します。本来の常滑街道はここを右ですが、一方通行のため迂回します。左に見える寺が正十寺です。本能寺の変の時、徳川家康が明智の追っ手から逃れた通称伊賀越えの際、ここに立ち寄り腰掛けたと言われている石があります。ただし伊賀越えには諸説あり、知多半島には寄らず直接三河に行った説もあるため、真実は分かりません。道を間違えたので展開しました。この辺りは常滑市でも中心部に近い場所ですが、個人商店がいくつかあります。ここから1キロと離れていない埋め立て地にはイオンモールやコストコなど大型商業施設があります。新しさと古さが共存しているのがこの街の魅力なのかもしれません。ここを右に曲がると焼き物散歩道に行けます。常滑焼きの窯元やギャラリーが集まっています。道路を見下ろす巨大招き猫トコニャンは人気者です。ちなみに横から見るとこうです。左手に名鉄常滑駅が見えてきました。かつてポケモン GO が流行った際にポケモンが乱獲できるということで多くのトレーナーが集まっていました。ここからしばらくは名鉄常滑線と並走していきます。作業中とのことなので迂回します。旧街道を外れると新しい建物がほとんどで古い建物は見当たりません。ここから常滑街道に戻ります。左手に常滑焼の焼酎瓶と土管と重しきものが見えます。かつてここ常滑で作られる土管は全国の上下水道に使われ、近代日本のインフラを支えました。ここからは県道252号ではなくなります。名鉄常滑線の踏切を渡ります。ここ鬼崎にはこの辺り最大の漁協があり、県内有数の養殖海苔の産地です。ここ大野には世界最古の海水浴場と言われる大野海水浴場があります。世界とはこれまた大きく出たものです。再び名鉄常滑線の踏切を渡ります。この辺りから知多市に入ります。広大な埋め立て地があり、火力発電所や製油所があります。サントリーのウイスキー知多の蒸留所もこの埋め立て地にあります。また愛知用水の調整池、総理池の梅の木が有名で春の人気観光スポットです。
の常滑街道はここをまっすぐですが車が通れないほど細いので迂回します。ここで随分前に分かれたはずの国道247号が国道155号という新しい名前になって現れます。しかしもう赤の他人なので無視して反対側の道路に渡ります。旧街道らしいうねうね曲がりくねった道が続きます。道が急激に細くなりました。この先行けないこともないかもしれませんが不安です。なので黄色の線のところは自転車と徒歩で撮影しました。結構道がガタガタです。これは夜に一人で通るのは相当怖そうです。車でも通れないことはないかもしれないですが自転車で正解でした。車からの映像に戻ります。用事があるので今日は一旦帰ります。1週間後戻ってきました。ここでまた地図上の常滑街道は途絶えます。昔の地図を見ると黄色い線のようなルートがあったようです。今回は赤線のように迂回しました。かなりの急坂です。道幅もギリギリです。1回では曲がりきれません。この左からが本来の常滑街道です。
ここから久しぶりに国道155号こと国道247号とともに歩むことになります。奥に見える森が無山神社です。毎年10月に高さ9メートルの櫓の上で獅子舞をするというデンジャラスかつクレイジーな祭りが行われます。三度名鉄常滑線を渡ります。国道から側道に入ります。左に見える尾張八幡神社では毎年正月に現在の漫才のルーツと言われる尾張漫才が奉納されます。小さな川を渡ると東海市に入ります。東海市は知多半島の西側最北の市です。大きな製鉄所があるため鉄鋼の町として知られています。農作物ではフキの生産が日本一です。ここ横須賀町で国道から外れます。名鉄高和線の下をくぐります。ここら辺は近年開発が進み、道もきれいで新しい建物も多いですが、古い地図にも載っているれっきとした常滑街道です。ここで昔の名前で出ていますとばかり、名前が国道155号から戻った国道247号に合流します。常滑街道は右の細い道ですが、行き止まりのため迂回します。前方に集落園の大仏が見えてきました。昭和初期に作られた当初は高さ 18.79 メートルで日本一でした。今でも東海市のシンボルです。伊勢湾岸自動車道の下をくぐります。またまた側道に入ります。ここは右折禁止なので左折して展開します。ここなは交差点をもって長らくついたり離れたりしてきた国道247号とも永遠のお別れです。国道247号は宮宿こと熱田宿へ、常滑街道は鳴海宿へ向かいます。ここから名古屋市緑区に入ります。名古屋市の区としては3番目に新しいですが、その歴史は古く、地名は古事記や日本書紀にも登場します。東海道の宿場町鳴海宿があり、昔から交通の要衝です。本来の常滑街道はこの右の側道ですが、国道23号を越えられないため迂回します。名古屋高速の下をくぐります。本来の常滑街道まで少し戻ります。
この墓地の間の道が本来の常滑街道です。大都会名古屋に入っても旧街道沿いは古い建物がところどころ残っています。右に見えるのは万丈醸造という日本酒の醸造所です。ここで名古屋と知多半島の先を結ぶもう一つの街道、諸崎街道と交差します。この道は諸崎街道を幾でも走っています。JR 東海道本線と東海道新幹線の下をくぐります。国道1号線を渡るために迂回します。ここが地図上最後の常滑街道です。名鉄鳴海駅前に到着しました。扇川を渡った先が東海道鳴海塾の本陣があった場所です。ここがゴールですが駐車場がないため、この先の鳴海神社まで行きます。2日に分けて巡った常滑街道ですが、細い道も多くなかなかハードな道のりでした。ただ諸崎街道に比べて古い建物も多く、旧街道の面影が色濃く残っていたため、走っていても飽きることはありませんでした。ここ鳴海神社は大和尊の命を祀る神社です。名古屋市緑区は大和尊の命の最後の后、宮津姫の出身地です。大和尊の命が伊吹山の神に戦いを挑みに行き、命を落とす前に2人で過ごした地でもあります。大和尊の命はその戦いに草薙の剣を持参せず、宮津姫に預けました。大和尊の命の死後、草薙の剣を祀るために熱田神宮が建てられ、剣は今もそこにあります。熱田神宮は宮と呼ばれ、ここ鳴海神社もかつては東宮大明神と呼ばれたそうです。今日も無事に完走できたことを感謝します。ご視聴ありがとうございました。